1536年1月24日、グリニッチ宮殿で開催された馬上槍試合において、ヘンリー8世が落馬。2時間以上も昏睡状態に陥った彼は、奇跡的に生還した。しかし、もし、この時、ヘンリー8世がそのまま亡くなっていたら、その後のイングランドの歴史はどうなっていただろうか。不倫と近親相関の罪を着せられ、処刑台の露と消えたアン・ブーリン。後世、ブラッディ・メアリーという不名誉な名で呼ばれることになってしまったメアリー1世。イングランド黄金時代を築いたとして、バージンクイーンと称えられるエリザベス1世。彼らのその後の人生はどうなっていたのか。禁断の歴史のイフに迫る。1536年1月7日、まだ年が明けたばかりのこの日、ヘンリーの最初の妻、キャサリン・オブ・アラゴンが亡くなりました。ヘンリーとアンは全身黄色の衣装で彼女の死を祝ったとされています。そして1月24日、運命の日、グリニッチ宮殿で開催された馬上槍試合において、ヘンリー8世が落馬。倒れた馬の下敷きになったヘンリーは、2時間以上も生死の境をさまよった後、静かに息を引き取りました。この時、第2子を妊娠中だったアン・ブーリンと彼女の一派は、直ちに長女、エリザベスの即位に向けて動きます。エリザベスは、この時まだ2歳。クロムウェルは、幼い女王に代わり、アンの父、トマス・ブーリンを護国卿とするべく準備を開始します。ところが、この動きに待ったをかける勢力がありました。ヘンリーとキャサリン・オブ・アラゴンの間に生まれた王女、メアリーと彼女を支持する一派です。こうした動きを予測していたクロムウェルは、ヘンリーの死後、すぐにメアリーの身柄を拘束しようとしました。しかし、エクセター公爵やサセックス伯など、メアリーを支持する貴族たちが先に彼女を保護。メアリーを女王にすべく兵を挙げたのです。ヘンリー8世はアン・ブーリンと結婚するため、強引な宗教改革とローマ教会からの離脱を断行しました。しかし、国内では依然としてカトリック信仰を守る者たちが優勢でした。宮廷の貴族たちの中にも、密かにカトリック信仰を守る者たちが大勢いたのです。そして、そうした者たちにとって、カトリック教徒であり、キャサリン・オブ・アラゴンの娘であるメアリーは、まさに希望の星であったのです。対して、アンをはじめとしたブーリン家は、プロテスタントという異端の思想で王を惑わせた成り上がり貴族です。ヘンリー8世という強力な後ろ盾を失ったことで、多くの貴族たちが、蜘蛛の子を散らすように、ブーリン家から離れていきました。トマス・クロムウェルも、鍛冶屋の息子として、古参の貴族たちからの反感を買う存在でした。ヘンリーという後ろ盾がなくなったことで、彼も厳しい立場に立たされることになります。そして、神聖ローマ皇帝、カール5世や教皇、パウルス3世も、この機を逃さず、メアリーへの支援を表明します。1536年1月29日、メアリーは、大勢の貴族たちや義勇軍を引き連れ、市民たちの熱狂の中、悠々とロンドンへ入城。アン、ジョージ、トマスのブーリン一家は逮捕され、ロンドン島へ。アンは流産してしまいます。トマス・クロムウェルとカンタベリー大司教、トマス・クランマーも相次いで逮捕、収監されました。1536年の時点では、イングランド国内ではカトリックが優勢な状況でした。史実でも、同年、ロバート・アスク率いる恩寵の巡礼という大規模なカトリック反乱が発生しています。これはクロムウェルによる修道院の大規模な解体に端を発した反乱で、国王至上主義の撤回とメアリーの王位継承権回復を掲げたものでした。このことからも、もし1536年1月の時点でヘンリー8世が亡くなれば、カトリックの民衆と貴族の支持を受けたメアリーがアン・ブーリンらの一派を破り、王位に就くと予想します。ブーリン家はその優秀さから
ヘンリー7世時代から宮廷で安定した地位を築いてはいたものの、古参の貴族たちから歓迎されていたとは言えません。鍛冶屋の息子から成り上がったクロムウェルも同様です。ヘンリー8世という後ろ盾がいなくなれば、彼らがメアリーとカトリック派貴族を抑えることは難しいでしょう。クロムウェルはメアリーが優勢と見れば迷うことなく寝返るでしょうが、宗教改革の急先鋒であった彼をメアリーが受け入れる可能性は低いと考えます。1536年2月、イングランド初の統治権を持つ女王、メアリー1世が即位。まだ20歳の若き女王に、国民は大いなる期待を寄せるのです。メアリーの即位を受け、イタリアへの亡命を余儀なくされていたレジナルド・ポールが帰国し、ローマ法王承認のもと、カンタベリー大司教に就任。フランス大使となっていたスティーブン・ガーディナーが帰国し、大法官に。アンの叔父、ノーフォーク公は逮捕を免れ、カトリックへの改宗と引き換えに、メアリーの政権に加わります。さらに、メアリーの蜂起に重要な役割を果たした、エクセター公爵とサセックス伯、ヘンリーの親友であったサフォーク公、そしてヘンリー8世の下で、この歴史を経て武器庫管理長となっていたジョン・ダドリーも枢密院メンバーに抜擢されました。これには、フランスで共に戦ったサフォーク公の推薦もありました。こうして政権の基盤を整えたメアリーは、ヘンリー8世が制定した国王至上法を廃止し、正式にローマ教会へ復帰。続いて、反逆罪からヘンリー時代に組み込まれた国王至上主義の否定を撤廃し、代わりに異端法を制定します。クロムウェルが断行しようとしていた大規模な修道院解体は一旦見送りますが、彼がまとめた監査報告書の再検討を指示。不正が目に余る修道院については、是正勧告や統合などの措置を実施し、修道院の腐敗改善に着手します。同時に、全国の教会に布告を出し、カトリックへの回帰を勧告。これに従わない司祭たちは、異端法により処刑されることになりました。カトリックへの復帰と、それを拒否する者たちへの処罰、そして神の教えを守らず腐敗した修道院への処罰は間違いなく実施されるでしょう。メアリー1世はブラッディ・メアリーのイメージとは裏腹に法にのっとった統治にこだわる君主でした。このことからもしっかりと法整備をした上で各種処罰を進めると予想します。国王至上法の廃止や反逆罪の改定、異端法の制定は史実通りですが、史実よりも約17年早く実施されることになります。この世界線でも異端法による家計は行われるでしょうが、史実ほど苛烈を極めることはなく、家計対象も宗教指導者にとどまると予想します。ジョン・ダドリーの起用は一見意外かもしれませんが、彼は徹底したリアリストであったと言われています。ヘンリー8世の下で頭角を現し始めていた彼は、情勢を冷静に見極め、早々にカトリックへの改宗とメアリーへの忠誠を誓うと予想します。また、1523年にフランス戦線を共に戦ったサフォーク公は、史実でも彼をナイトに叙釈しており、優秀な軍人としてメアリー政権に推薦する可能性は十分にあると考えられます。ヘンリーの死により、王妃の身分を剥奪され、ロンドン島へ収監されたアン。残念ながら彼女には生き残る道は残されていません。アンは反逆罪、異端の罪、そして魔術を用いて王の思想を惑わせた罪で裁判にかけられることになります。彼女は堂々と自らの罪を否定しますが、叔父、ノーフォーク公、初恋の人、ヘンリー・パーシーを含む貴族判事たちは全員が有罪を宣告。5月19日、アンは斬首刑に処せられました。ジョージ・ブーリン、トマス・ブーリン親子、そしてトマス・クロムウェルも反逆罪で有罪となり、首吊り、内臓をえぐり出し、四つ先の刑が言い渡されますが、メアリーにより斬首へと減刑。トマス・クランマーは異端の罪で家刑に。クランマーは信仰の撤回とカトリックへの改宗を申し出ましたが、メアリーが恩赦を与えることはありませんでした。
クランマーはメアリーの母、キャサリンとヘンリーの結婚無効を宣言した張本人です。メアリーにとっては到底許せる相手ではなかったでしょう。クランマーは家計の直前に信仰の撤回自体を撤回しました。すべての処罰が終わった1536年5月末、メアリーは母、キャサリンを正式な王妃としてウェストミンスター寺院に埋葬しました。アンの処刑は史実通り斬首ですが、フランスからプロの処刑人を呼ぶことはないと思われるので、通常の斧による斬首となるでしょう。また、この後のアンの評判は、史実よりもさらに過酷なプロパガンダにさらされることは避けられないでしょう。ジョージとトマス・ブーリン親子、クロムウェルは反逆罪で有罪となると予想します。しかし、史実で反逆罪とされたジョン・ダドリーの処刑も減刑されていることから、減刑される可能性が高いと考えます。ジョージ・ブーリンについては、父、トマスが自ら全ての罪をかぶり、その上でジョージがカトリックへの改宗を誓えば、メアリーが恩赦する可能性はあるかもしれません。史実でも、ジョン・ダドリーと共に逮捕された息子のロバートは、恩赦により釈放されていることから、わずかながら生き残る可能性もあるでしょう。トマス・クランマーの処刑は、おおむね史実通りになると考えます。史実では、キャサリンはピーターバラ大聖堂にひっそりと埋葬されましたが、この世界線では王妃として華々しく埋葬されるでしょう。アン・ブーリンは処刑されましたが、娘のエリザベスはどうなったのでしょうか。メアリーはまだ2歳のエリザベスを女王の妹として大切に保護します。カール5世や一部の貴族はエリザベスの処刑を進言しますが、メアリーは受け入れませんでした。エリザベスは諸子となり、王女の称号や王位継承権が与えられることはありませんが、ハットフィールドハウスを与えられ、カトリックの教育を受けることになります。そして、この時、優秀な実務家として、ハットフィールドハウスの管理を任されたのが、ジョン・ダドリーです。そんな彼には、エリザベスより一つ年上の幼い息子、ロバートがいました。こうして、エリザベスとロバートはハットフィールドハウスで兄弟のように育つことになります。史実のメアリーもカール5世の圧力を受けながらも数々の反乱への加担を疑われたエリザベスを処刑しませんでした。イフの世界線でもわずか2歳の彼女に苛烈な処置はしないと考えます。ただしメアリーにとって正当な王妃は母であるキャサリンのみですから、アンは王妃ではなく、エリザベスも諸子という点は譲らないでしょう。ジョン・ダドリーの管理人起用は若干唐突感があるかもしれませんが、この世界線では、彼はメアリーに忠誠を誓い、サフォーク公の推薦もある人物です。軍事、実務に十分な実績のある彼が、ハットフィールドハウスの管理を任される可能性はあるのではないでしょうか。エリザベスがロバートと共に、ハットフィールドで幸せな幼少期を過ごしたというファンタジーのための脚色でもありますが、十分に現実感のある人事だと考えます。メアリーにはヘンリーの存命中から多くの縁談が持ちかけられていました。しかし、ヘンリーがキャサリンとの結婚無効と国王至上主義を認めるよう迫ったことで、どの縁談もまとまることはなかったのです。ヘンリーという障害がなくなったことで、メアリーはようやく結婚に向けて踏み出すことになります。メアリーが選んだのは、ポルトガル王子、ベージャ公、ドン・ルイスでした。ドン・ルイスは、メアリーより10歳年上、高潔な人柄で知られた人物で、ポルトガル王の弟であり、カール5世の義弟でもあります。この結婚は、カール5世からの提案でもありました。イングランドで初めての統治権を持つ女王であるメアリー。その他国の王子との結婚は、王国の属国化に対する懸念がつきまといます。そこで、議会は結婚に先立ち、女王統治体験法を成立させます。これは、女王であるメアリーが、過去の男性の王たちと同じ権力を持つことを確認した法律です。メアリーが結婚しても、統治権は女王である彼女にあり、
夫はあくまでも王輩という立場に甘んじることを明文化したものです。この議会において、メアリーは国民に向けて語りかけました。私は戴冠式の日、この王国と王国を統べる法律と結婚し、皆さんの女王となりました。その証として授かったこの指輪を、今までもこれからも外すことはありません。まだ母親になったことのない私は、母が子をどのように愛するのかは分かりません。それでも私は皆さんのことを心から愛しています。何があろうとこの愛が変わることはありません。この国の末永い繁栄を願えばこそ、私は夫を迎えようとしています。私の祖先たちがそうであったように、この結婚を通して次なる時代の統治者を、私の子供をこの国に残すことを皆さんに誓います。メアリーの結婚相手は史実でも有力候補であったドン・ルイスが最も現実的と予想します。ドン・ルイスはポルトガル王の弟で王太子ではありません。史実ほどの宗教的摩擦もないと考えられることから、ワイアットの乱のような大規模な反乱は発生せず、小規模な反対運動にとどまると予想します。フェリペ2世はこの時9歳。これでメアリーとフェリペが結婚する世界線は完全に消滅します。史実ではフェリペ2世の介入を制限するために制定された女王統治体験法ですが、イフの世界でも同様に制定されると予想します。メアリーの議会でのスピーチは、史実ではワイアットの乱に際してギルドホールで行われたものを元にしています。王国との結婚はエリザベスが有名ですが、史実でもメアリーの方が先に発言しています。史実では反乱軍の侵攻を前に鬼気迫る演説でしたが、イフの世界線では希望に満ちた明るい宣言として再現しています。ドン・ルイスと結婚したメアリーは翌年に長男ヘンリー王子を出産。さらに数年後には長女キャサリンを出産します。その一方、新航路開拓を目指した商人たちを支援し、ロシアのイヴァン雷帝と初めての本格的な通商条約を締結。さらなる貿易強化のため、投資を募り、モスクワ会社を設立します。加えて、腐敗した修道院の統廃合を実施し、一部の没収財産を貴族たちにリースすることで、ヘンリー時代に疲弊した国庫の回復を図りました。同時に、国内外で流通する悪質な偽造貨幣を規制するため、貨幣品質保持法を制定。これにより、良質な女王の通貨が流通し、貨幣価値が安定。国内の経済は徐々に安定を取り戻していくことになります。芸術面でもトマス・タリスなどの音楽家やジョン・ヘイウッドなどの劇作家が活躍し、華やかな宮廷文化が花開きます。1544年、妹エリザベスがロバート・ダドリーと婚約し、数年後に結婚。メアリーは2人の結婚を祝福し、ロバートをレスター伯に叙爵し、十分な所領を与えました。この世界線では、メアリーの結婚は、キャサリンとヘンリーの喪が明けた1537年春頃と考えられるので、21歳のメアリーが子供を産む可能性は十分にあるでしょう。メアリーの政策については、史実の政策をもとに構成しています。史実では、ヘンリーとクロムウェルが修道院からの没収財産を格安で貴族に払い下げてしまったため、莫大な戦費負担で疲弊した国庫を回復することはできませんでした。その上、お金がないならたくさんお金を作ればいいという安易な考えから、貨幣の金銀含有量を減らし、貨幣価値を下げるという大失策を実施。その結果、国内では深刻なインフレが発生しましたが、ヘンリーの後を継いだエドワード6世の治世でも同様の政策を継続したことから、インフレがさらに悪化。メアリー1世はこの状況を打開すべく通貨改革を計画したものの、わずか5年という短い治世の中で計画を実現することはできませんでした。しかし、イフの世界線ではヘンリーが大改悪を実施する前にメアリーが即位するため、
深刻なインフレが発生することはないでしょう。しかし、国庫が疲弊した状況は変わらないことから、腐敗修道院からの没収財産の一部を貴族に貸し出すことで、安定した収入の確保に努めると予想します。史実で、修道院の解体が本格化したのは、1536年春以降のため、1月時点でメアリーが即位していれば、計画の修正は十分に可能だったでしょう。一部の貴族や統廃合対象の修道院からの反発は少なからずあるでしょうが、恩寵の巡礼のような大規模な反乱には発展しないと予想します。イヴァン4世との通商条約は、史実でも彼女の治世で締結されましたが、モスクワ会社設立準備の段階で、メアリーは崩御してしまいました。しかし、イフの世界線のメアリーの治世は22年に及ぶため、会社設立を見届けてから亡くなると予想します。また、この世界線では、彼への喪失と、その原因となったフランスとの戦争は発生しない可能性が高いでしょう。通説では、夫、フェリペ2世からの要請により、強引に参戦したと言われるメアリーですが、実際には、プロテスタント亡命貴族によるスタッフォードの乱をフランスが支援したことが参戦の決め手となりました。しかし、イフの世界のイングランドは内政が非常に安定しているため、フランスが付け入る隙はないと考えられます。そして、残念ながらこの世界線では、エリザベス1世が誕生することはありません。カトリック教育を受けて育ち、王位継承の可能性もほぼないことから、政治的陰謀に利用されることもないでしょう。史実では、後継者へのプレッシャーや、命を狙われる恐怖に怯え、孤独な晩年を過ごしたエリザベスですが、この世界線では、メアリー一世の庇護のもと、愛する人と結婚し、幸せな一生を送ると予想します。1558年11月17日、イングランドを平和と安定に導いた女王、メアリー一世は、多くの人に惜しまれつつこの世を去りました。そして彼女の長男、ヘンリーがヘンリー9世として即位。メアリーの築いた地盤を糧に、イングランドは彼の治世で黄金時代を迎えることになるのです。この世界線では、ハプスブルク家との結びつきは強固になり、イングランドの財政は安定していると考えられます。そのため、史実でエリザベス1世の黄金時代を象徴する出来事となったアルマダ海戦も発生しないと予想します。代わりにイングランドは正当な通商権を持つ海洋国家として、新大陸の富をハプスブルク家と分かち合うことになるかもしれません。史実では、イングランドは国際社会から孤立した存在でしたが、この世界線ではフランスが不安定な立場に置かれることになるでしょう。即位したヘンリー9世が未亡人となったメアリー・スチュアートと結婚し、イングランド・スコットランドの連合王国が史実よりもかなり早く成立する。メアリーの長女、キャサリン王女がフェリペ2世と結婚し、スペインとイングランドの同盟がさらに強化される。孤立したフランスでは、ユグノーが優勢となり、プロテスタント国家が成立する。この世界線でのイングランド、そしてヨーロッパ情勢は、この後どうなっていくと思いますか？今回のイフの世界線はいかがでしたか？私たちが当たり前と思っている歴史の裏には、数々の分岐点がありました。そのどれか一つでも別の方向に進んでいたら、私たちが生きる現代も全く違ったものになっていたのかもしれません。歴史にイフはない。それでも、こうして別の可能性を掘り下げることは、固定観念を疑い、多角的な視点で真実を見つめる大切さを思い出させてくれるのではないでしょうか。このチャンネルでは、最新の研究や専門書に基づき、歴史の裏側に隠された真実に迫ります。動画が気に入ったら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。